こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて、マイクラに導かれての全進捗、第2章の開幕です。第1話では超ドキドキしながらワールド新規作成でしたが、今回はやや手慣れた感じです。この企画が終わる頃には、ワールド新規作成の上級者ね。いやー私なんてほんとまだまだです。というか、上級者に企画終わる頃が来るのでしょうか。さて前回は、ブランチマイニングをひとまず終えてエンチャントの準備を始め、リスポーン拠点を築きました。その後鉄装備で初の野戦に挑んで雲とハスクをあっけなく倒し、エンダーマンにあっけなく倒されたところまでです。さて、開始直後は1分ほど訪れ対策で止めなんでボート？ボートって、水に入ったところでレシピ解禁されていたわね。つまりは、どうやら海中スタートを引き当てたようです。通りでちらっと見えたワールドに違和感あったわけです。で、そういえば 1.12 の統計を開くのは初めてで、エリトラ飛行やシュルカーボックスが目新しいです。さて、プレイ開始です。あれ？ちょっと待って実はかなり深いところにいるの？これだけ暗ければわかるでしょうに。プレイ再開した時に一瞬だけ暗くなること、たまにあるじゃないですか。それだと思っていたんです。まあでも、普通に陸地の近くですね。そこまで珍しいワールドではないようね。海中スタートといえば、かなり昔にハマっていた遊び方が、海底から土などを集めて陸地作りから行うプレイだったんです。で、そのシード地ではスポーン場所から直下したあたりにちょうど廃校があって、これはもうハードコアでエンドラ討伐しなければと、当時夢中になって何度もトライしてました。懐かしいです。まあその時に、素手掘りに慣れてしまったんですよね。目的があれば、人は素手掘りできるのね。さて、プレイ前に散々脳内シミュレートした上での、当面の課題や方針は、まず早急にエンチャントが使える環境を整えるべき、という結論です。つまり、久々に RTA 感覚でプレイするのね。それとはちょっと違って安定性重視です。次のワールドへの備えも視野に入れつつ、熟練していければと思います。まず丸石を20個ほど確保し、石製の剣と斧、ツルハシ、シャベル、クワ、それにかまどを用意します。クワまで作るの。本の材料の皮に牛が46頭必要ですから、繁殖アイテムの小麦畑が必要です。運よく村が見つかればクワは放棄します。そして原木は半スタックほど確保です。石炭がなかなか発見できない時に結構消耗するんです。あとは、適度に食料とサトウキビと小麦の種を集めて、水辺近くに牛が2頭以上、できれば4頭いる場所を見つけられたら、地下ごもり開始です。どうやらここは手狭な島のようね。せめてあと1頭牛がいてくれたら、ここから地下ごもりしてもよかったのですが、惜しかったです。さて、ボートに乗ってみるのは初めてです。公式ウィキを見ると、ボートがワープする現象の解消や、操作方法が幾度か変わったことなど色々あったようです。でもそんなの知らない私は、単にまっすぐ漕ぎづらいこのボート操作に四苦八苦です。少し先に進んだら、ところによってはやたら透き通った綺麗な海もあるんだなとか、海面スレスレだけが水色なんだなとか、ふむふむとマイクラを知っていきます。チャンクが抜けて落ちればいいのに。さて、今回は夜までに羊を見つけられました。ちなみに考えていたチャートは、夜までに牛か羊のどちらかの群れを見つけることが前提です。ベッドは必ずしも使わないのね。時計さえ手にしてしまえば、当面ベッドはなくても差し障りありません。それにしても、連打とズバの攻撃力がかなり違うようです。やっぱりズバに慣れていくのが肝心なのでしょうね。なお、サトウキビの確保は少しだけにする予定です。サトウキビ栽培よりも、多分牛の繁殖の方が時間かかると踏んでいます。そういえば本棚15個揃えるのって、初心縛り的にはどうなの？エンチャントテーブルには一冊本が置いてあるので、本棚を揃えたらもっと色々エンチャントできそうだと。
まあエンチャント駆使できないと上長プレイ確実ですし、何より私が低レベルエンチャント縛りに惹かれるのがちょっと怖いです。そこから1分ほどで、ようやく大陸にたどり着いたものの、牛がいなそうな残念な砂漠です。変に盛り上がった地形があるわね。さて、因縁のボートと戦って海の木図と消してから、砂漠横断を目指します。で、3分ほどで砂漠をさっくり抜けました。それにしても、ボートに乗った時も陸上でも、ここまでプレイしていてほとんどカクつきがないのがいい感じです。これならまた、ラバでの地上探索ができるかもしれません。そして10分ほどで、牛がいそうな場所は駆け巡り終わりました。とことん牛運に恵まれてないわね。馬の群れなら何度も見かけたんですよね。でもさすがに川欲しさに馬に手をかけたくはなくて、ちらっと頭をよぎる程度でした。よぎっちゃダメでしょうに。もう船出して、新大陸を目指した方が良さそうです。さて、日が沈んだ方向が西のはずで、北にまっすぐ進んでみます。と思ったら早速海底神殿があるし。当たり前のように回避しているわね。一度死んでいるので、装備整えるまで慎重です。そこから3分後には、再び海底神殿が。さらに3分進むと、何なんでしょうか、この生成率の高さは。どうもこのワールドは、牛より海底神殿の方が簡単に見つかるようです。まあいつもの物欲センサーね。それにしても、ワールド表示がめちゃくちゃなのはいいとして、なぜこんなにいるのに、イカが一匹も飛ばないのでしょうか。その違和感の覚え方に違和感あるわよ。そして、早くも4カ所目の海底神殿です。結局10分ほどの航海を経て、ようやくやや広そうな陸地を見つけたのですが、探索してみたら1分ほどで陸地が尽きてしまい、その陸地から10分ほど北を目指してみても、陸地運に恵まれません。ちっちゃい島なら何度も見かけているのに。そろそろ、次のワールドへの転移を検討すべき頃合いね。プレイ開始から10分ほどで地下ごもりする予定だったんですよね。それがもう、45分経過してます。まあでもその先で、一応ようやく新大陸を発見したようです。ここでも牛が見つからなかったらどうしようと思いましたが、上陸してみるとついに牛の群れ発見です。長かったわね。ほんと長かったです。これでようやく予定通りに地下ごもりできそうです。やるべきことは木炭や食料の精錬とこじんまりとした小麦畑で、後で水を汲みに来やすいように水辺周辺から掘りにかかります。ピラミッド企画と同様に、子供ゾンビが来たらアウトな方法ね。なお、小麦については今は肥料は持ち合わせていないので、養分の奪い合いにならないよう若干遠ざけて植えるのが無難でしょう。それもあっさり推理で通すのね。本音ではきちんときっかけを通して手順を踏みたいところなのですが、上長プレイを避けるためには仕方がありません。さて、螺旋掘り中に鉄鉱石が入手できて、無事に水バケツを確保です。そして20分以上どんどこ掘って、これで時計が作れます。金鉱石だけでも結構かかっているわね。やはりエンチャント付きのツルハシがないと厳しいです。ツルハシだけは、可能なら村人取引でエンチャント付きを入手したいところなんですよね。さて、風車型の切り良いところで、35分ぶりに地上に出てきました。で、ちょっと計画の見直しが必要です。この頃には、小麦はほとんど育っていると期待してたんですよね。まあともかく、突貫で作った縦穴式牧場に牛を1頭。そして2頭。特に序盤は1頭の差が後々効いてきます。ネズミさんだものね。ここまで牛探しに異様にかかってしまいましたが、この辺りは意外と牛が多くて、多少は取り返せたでしょうか。
そして、今はまだ2つだけしか持っていない希少な小麦をあげてみたら、なんといきなり講師を生みました。新規プレイヤーの私は、この小麦絶対何かヤバいものが入っていると直感します。牛が変なだけだから大丈夫よ。さて、この後は地下を掘りつつ1日1回、畑と牛の世話を行う繰り返しです。その後10分少々でラピスラズリ鉱石を掘り当て、その10分少々の後には、余剰したレッドストーンで溶岩潰して遊んでいたら、どうも危険な遊びだったようです。何をやっているんだか。まあそんな感じで、地下では風車型5周目まで掘ってもダイヤが一つも出てこずに、サトウキビも思ったほどには早く育たず、地上の様子を見るのは2日に1回でもいいのかなと思いつつ、牛牧場を少々広げたところで、今回はこんなところです。現時点ではまだ十数頭ね。小麦さえ育ってくれればもう少し繁殖させられたんです。まあこのあたりのノウハウは、次のワールドで活かそうと思います。さて、エンチャント環境を整えるのはいいとして、何で経験値を稼ぐかが割と難題です。前回の感覚では、鉄防具で野戦で稼ぐのが難しそうでしたが、ダイヤ防具ならいけるのでしょうか。地味に鉱石採掘で稼ごうとしても、時間かかりそうよね。黒い羊が牧場に落ちたようですが、まあ些細な問題なので放置するとして、こんな感じで次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。